それはまあその中には一番高いのやつです。游泳ね。是啊。水泳ね。できひんよ。こんなとこで水泳したらあかんよ。あ。にはおは大家好、木村です。本日も中国重慶からお送りしております。前回のね恒大集団の動画、非常にたくさんの方に見ていただきました。またねコメントもたくさんありがとうございます。本当ね中国でねネガティブなニュースを上げるとねすぐにガーンと伸びます。はい、チャンネル登録まだの方はですねぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。今日はですねどこに来てるかと言いますとまた、このね前回取材した恒大集団の、団地に来ております。それこちらじゃんじゃじゃん。ここにね恒大、中国語でこれ発音很大って言います。ここはですね広州集団の団地でもかなり、高級な、団地になります。その団地もですね結構いろんな団地があるんですが恒大集団、比較的高級です。でこれね前景見てもらうと分かるようにめちゃくちゃねなんかお城のような、前景してるじゃないですか。これね中ねすごいおしゃれでなんか高級感あふれてるんですよ。そして今日はですね、以前ね撮った時に、僕ここ、知り合いでここの物件持ってる人がいるっていうことをね、お伝えしたんですけれども、その方とねちょっと連絡してちょっと見せてくださいと。いいですかって言ったらいいよって気軽に答えてくれたので今日はねこの団地の中に入っていきたいと思います。多分ねいろんなね YouTuber さん恒大集団取り上げてるんですけど団地の中まで入ってる動画っていうのは多分ないと思うんで、ちょっとね撮りに行きたいと思います。それでは行きましょう。关了吗？ここはフィットネスジムですね。でここがね、門になります。さあ今ですね入ってきました。これがね団地の中になります。このようにですね非常に
高級感あふれてるの分かります？近いここ馬がいる。これが金の馬です。口がそしてまあとりあえずこっちから行こうか。そしてね、主にですね中国だとまあ高層マンションよりも低いマンションの方が高いですね、朝日くん。そうですね。で低いマンションの方がその敷地面積が広くなるんで、例えばこれなんかはね多分10階建てとかそんなんなんですよ。でも、これは高いです。この向かい側のね高層マンションよりも値段は高いです。なぜかというと、まあ、敷地面積が使用する面積、まあ平米数が広いので、多分多くの日本の方は中国のその団地の中に入ったことないと思うんですけれども、ここは、まあ、いわゆる高級な団地に入ります。僕もね初めて来た時驚きましたよ。何ここホテルやんみたいな。多分最初ねエントランスの映像、まあ味は iPhone で撮りましたが、エントランスの映像を見ていただいてもなんじゃここっていう感じだと思うんですよね。これ僕ね本当、重慶初めて来たのが2016年で、その時からこの団地あったのでここ来たことありますが、非常に驚きましたね。でね、こうやって見てもらうとすごい環境いいでしょ。まあ、特に普通のこの住民以外は入れなくなってるんで、さっきみたいにね門のところで、言ったら名前とか言ったら誰に会いに来たっていうのを言ってね確認が取れないと、入れなくなってるので、非常にこうセキュリティ面でもねいいです。あと子供らがねこの中でバーって遊んだり走り回ったりしても、ここに車がね通ってないので、そういうのもね含めて非常に、団地ね安全面高いです。なんかちょっとしたヨーロッパのねなんか宮殿みたいな作りになってますけど、結構ね広大集団のね団地、まあ重慶、僕が知ってるのは重慶だけですけど、いい団地多いんですよね、朝日くん。そうですね。ヘンダーの団地高いよね。高いです。値段な多いですよ、重慶で。どこの町で多いです。まあどこの広州とか上海とか。いわゆるそのデベロッパーなんですが、広大集団非常にでかいデベロッパーです。でちっちゃいねデベロッパーとかもちろん、重慶地元のデベロッパーとかもあってですね。そうです。まあちっちゃいそういうデベロッパーだったらこういうね、こんな高級な感じにはならないです。もちろん、高級団地も重慶の、地元のそのデベロッパーで高級団地、いわゆる高級団地は、あるところはあります。ここは多分中心の場所ですよね。そうやね。人販売機があります。値段は見ます？その中にの卓球は、いくら？ 14.9。まあちょっと高いぐらいじゃない。水はこれない値段。水はこれオスでしょ。同じ。そんなに、ね、高くないね。外は同じの値段です。あとこういう公園があるよ。公園子供らが遊ぶ公園がありますよ。運動の場所、ここは団地の運動の場所。この辺はねもうすでに高層ビルエリアになってます。見てくださいよ、この広場ね。この広場
いいでしょ。僕この団地結構 마장 好 の きなん声この団地結構好きなんですよね。まあ、何よりもこの高級感すごい溢れてるんで、そうですね。いいですよ、環境がね。触でいいよ。触でいいよ。応用できる。ヨーヨーね、さあ、水泳ね、できひんよ。こんなとこで水泳したらあかんよ。ああ、広いでしょう、この中。そうです。非常に、敷地面積広いです。これ何棟あるかな。多分ね、多いですよ。10何棟ありますね。多分20棟近くあるんじゃないかな。ここはなんか多目的スペースみたいになってますね。そう。ちょっと昨日の夜ね、雨が降ったんでだいぶ足元濡れてますけど、バドミントン、さあ今日がですね、10月の21日でございます。前回撮影したのは9月の30日ですね。で、まあ、約3週間ぐらい経ってますけど、隣ね、ここも、甲州集団の建設現場ですが、まだ止まってるような感じですね。そう。ちょっと近く見てみようか。止まってますね。動いてないですね。あ、ここフットサルコートもある。いいなあ、環境が。やっぱこうやって見るとまだ工事動いてないですね。まだ止まってる状態です。どうですか？まあね、日本はあまりないですよね、その団地。まあこういう団地は少ないね。少ない。っていうかないんじゃないかな。ここまででかい大型団地は。じゃあ続けましょう。続きましょうか。こっちから行こうか。多分ね、20棟以上あるな。スモールタウンみたいな感じ。20棟以上ありますね。24って書いてあったんで、20数棟あるような感じか。ああ、これはいい。ね、ここはね、非常にいいんですよ、環境がね。あ、これ金木犀、金木犀のいい匂いがします。桂花、桂花、桂花、桂花。結構ね、日本の方は、高層マンションね、結構こう高層マンションに住みたいとか、一つの高層マンションっていうのがちょっとこうブランドになってますが、中国の人からするとですね、高層マンションよりも一戸建ての方がいいじゃん。言ったら自分の家やし、2階建てもできるし、で庭も作れるし、一戸建ての方がいいじゃんっていうね、人も結構多いです。あれとかめっちゃ高い。あれ？すごい高い。あれ多分40階はあるな。40階。40階。さっきの道や。さっきの道ですよ。じゃあこっち。もうちょっとあっちの方に行こうか。そうそう。次はね。さっきの道ね、戻ってきたので、反対側行きたいと思います。
まあ、非常に広いですよ本当に。またねここの団地はね値段も高いです。っていうのもここはまあジャンベイ中、今ねかなりこう、まあ、栄えてる場所になるので非常に値段高いです。そりゃそうだよ。平米ここは下流か川沿いの辺ですよね。これ1平米まあ多分。あ、おむつほら。ここで待ってる。ここで待つ。はよ行くぞ。こっちか。うん。さあ。この間ですね別の街歩き動画でワンクっていうね一つの、デベロッパーが作ってるところ、重慶天地というところをね作ってるのが、ワンクっていう一つのデベロッパーなんですが、そこ、前回ね取りに行きました。またですねそちらも合わせて、見ていただければ重慶の街がどんなものかというのが、分かると思います。ここにね地図がありますね。さあ27まであるわ。今27棟まであるんですね。今がこの辺ですね。今がここで、先ほどはこっちの方まで行ってました。でここからですねダーッと歩いてきて今こっちなのでですね、これがねこれ一つの団地なんですよ。だから団地ってね非常にでかいです。はい、でかいっすね。でかいっす。どうですか皆さん。だいぶ、中国の団地ねでかいと思います。なんか中には実際の街みたいな感じですね。まあそうやね。でもちろんその団地のパターンもたくさんあってですね、まあこれは言ったら高層タワーのもう集合団地なんですけど、高級団地、より高級な団地ってあるんですよ。もう本当に一戸建てみたいな、家がダーって並んでるところで、めちゃくちゃその中国風でですねかっこいい団地とか、あとはそのビエシュでは別墅。ビエシュって言われる、そのまあ一戸建ての集まりですね。もうその辺はですね、100% 億超えます。1億円以上ですね。でそういう団地はですね、そのもう団地の中に大きい、人工の湖があったり、もう運動公園、でかい運動公園があったりとかしてですね、あ、すごい規模です。そう。あ、こっちの辺は高層ビルの団地の場所です。で、九棟。知り合いの、持ってるマンションがねここの、高層ビルなんですが、ちょっとね、家の中の撮影はねちょっと NG ということで、ただまあこの団地の中はね、撮らせてもらいました。ちょっとロビーまでねちょっと見てみましょうか。ロビーがどういう感じかっていうのを見てみましょう。さあこんな感じです。ロビーはそしてここにね3つエレベーターがあります、ね、あちらコンビニありますよ。コンビニあったっけ。ここはまあ、そのちょっとこう待合室的になってる。はい、まあ、こんな感じですよ、この団地。ちょっとね歩き疲れたのでこの小さなこの
なんともおしゃれなスポットでちょっと、休憩したいと思います。ここいいね。いやマジでこの団地高級やね、ほんとね。こんな感じでですね、今日はこの恒大集団のね、ここの現場、ちょっと中ね、どんななってるのかっていうのを撮りましたが、いわゆる中国の高級団地、言われるのは大体こんな感じです。はい。で、今後もですね、またいろいろこの不動産事情とか、撮っていきたいと思いますので、チャンネル登録まだな方はですね、ぜひこのタイミングでチャンネル登録よろしくお願いします。はい。あと気になることがあればですね、またコメントの方で、書き込んでいただければなと思います。また他の動画も、見ていただければ幸いです。それでは今日はこの辺にしたいと思います。再见。